人の感触って結構大事で、コンドーム会社の人に話を聞いたんですけど、すごく薄いゴムを作るんですけど、その薄いゴムの配合が、最後はおっさんが決めるっていう。混ぜたゴムが固まった時に、この薄さできちんとした弾力があるという状態は、温度湿度とそのゴムの質によるので、そのおっさんがこう混ぜながら配合を決めるらしいんですよ。昨年はステーブルディフュージョンだったら、最近はチャット GPT が話題になったりしますが、AI の進化が加速しているのでしょうか。こちら、より一段に言わせると、数年で人間より賢いコンピューターが現れるとのことですが、これからの働き方や近未来をひろきさん、どう見てますか？まあ、その人間かどうかという確認手段の問題になってくると、多分もう人間かどうかっていうのを確認しなければ、めちゃめちゃ優秀な人間のように見えるものはいっぱいできちゃうと思うんですよね。要はいろんなことを任せようとすると人間ってすごい便利なんですけど、特定の機能だけを任せようとするとコンピューターのが優秀だよねっていうのはもう結構出てきちゃってると思うんですよね。例えばその画像編集とかで、その写真のくり抜きという細かいどうでもいい作業っていうのを、割と出版系の人ってやってたりするんですよね。要はじゃあアイドルの写真を撮りました。で、なんかほくろを消すとか、なんか光ってる紙を消すとかっていう、ちょっとずつドット単位でいじったりとか、そのぼかしマーカーを使ったりとかっていう形で、その写真をきれいにするっていうのは、ほぼ全員のアイドルとか、ほぼ全出版社がやってると思うんですよね。僕が知る限り、撮りっぱなしでしましたっていう出版した写真って聞いたことないんですよ。なので、基本ほぼ全員やってるんですよ。で、それがほぼ全員、手作業なんですよね。でもそこら辺って、多分もう AI でやった方が早いよねっていう時代は来ちゃうと思うんですよね。今でもそれっぽいフィルターとかツールはあるので、スローみたいなやつね。なので、そういう感じで多分そこら辺人間じゃない方がいいよねってなるんですけど、で、今でもそれってリモートでやってたりするんですよ。このじゃあ作業ちょっと写真これ綺麗にしといてって言われて、はい、わかりましたって言って、リモートでやって、なんか写真加工費1枚5000円とか1枚2000円とかを請求して送るみたいな。そういう感じでやってる人なんですけど、じゃあそれがもう AI でやってますってなっても、多分わかんないと思うんですよね。っていう感じです。はい。人の感触って結構大事で、すごくどうでもいい話なんですけど、コンドームを作ってる岡本と、相模オリジナルの2社があるんですけど、で、その、コンドーム会社の人に話を聞いたんですけど、要はすごく薄いゴムを作るんですけど、その薄いゴムの配合が、最後はおっさんが決めるっていう。要は湿度とか温度とかによって、で、その混ぜたゴムが固まった時に、この薄さできちんとした弾力があるという状態は、その温度、湿度とそのゴムの質によるので、そのおっさんがこう混ぜながら配合を決めるらしいんですよ。なので、そのおっさんの調子が悪いと、なんか、質も下がるっていうのがあって、結局最後は人かーみたいなのがあって、なんかそこのね、おっさんの感覚って結構大事なんですよ。その、要はずっと、年がら年中、ゴム混ぜてる人は、多分この感触は、今日はちょっと湿度が高いなとか、だからこれを混ぜようとか、多分そういう、あの、言語化できないような、指の感覚みたいなもので、多分やっていくんだと思うんですよね。で、寿司屋の、数寄屋橋二郎さんとかが、シャリを握るときに、米粒の数がほとんど変わんないみたいな。お米って炊き加減によって重さとかも多少変わるんですけど、でもなんか手でパッと握った時に米粒の量がほとんど変わんないみたいな。で、数屋橋二郎の二郎さんなんか未だに寿司握ってるらしいんですけど、もう90超えてると思うんだけどね。あの人もだからもう60年か70年か70年ぐらいもう寿司毎日握ってるみたいなんですけど、そうするともう多分こう握ったら何粒みたいな感覚が多分もう完全に身についちゃってると思うので、なので、そういう真似できないような感覚というのは人間は結構持ってたりするので、なのでなんかそこら辺のそのバランスっていうのはなかなか他の人がこう、AI とかが出てすごい頑張ったとしても、すごくお金をかけて研究したら最適化可能なんですが、この最適化をするためのコストの割が合うかっていうと、なかなか合わないので、結果として、やっぱりなかなか機械化はしないっていうのが続くんじゃないかなとは思うので、
そういう意味で、まあ、やっぱり手仕事の人たちの仕事っていうのはずっと残り続けるんじゃねえかなっていう気はしちゃうんですけどね。はい。昨今の AI の有用性、将来性から人が負債になるという構図が、ODA 頼みのアフリカ諸国と被っています。このまま IT が発展していくと、人口そのものが負債となる可能性があると思うんですが、この点についてご意見いただけたらと思います。もうなってますよ。日本の国民負担率がもう大体50%ぐらいなんですよ。では、国民負担率は何ぞやっていうので、本来だったらこの人が、じゃあ、50万円稼ぎましたっていうので、で、アメリカとか他の国だと、まあ、税金とかでもまあ10%ぐらい取られて、40万円手元に戻るよねと。で、その40万円で、じゃあ自分でその学校の代金払いますとか、デートをしますとか、なんか会社を作りますとか、なんか面白いもの買いますっていう、自分自身のために使えるんですよ。でも日本の場合って50万円稼ぐと25万円分国に持ってかれるんですよ。その消費税だったり所得税だったり社会保険料だったり、で、社会保険料を払った金額と同じ分だけ会社も払ってるんですよ。なので、俺、1万5千円しか社会保険料払ってないよっていう人って、本当は3万円払ってるんですよ。要は、その人を雇うために会社が倍の、その同じ値段を払ってるので、その人の雇用のためにかかるコストとしては、実はかかってるんですよ。なので、その社会保険料とか所得税とか消費税とか、まあ、いろんな税金入れると、実は日本、その年金とか入れると、実は日本の働いてる人って5割が持ってかれてるよねと。なので、50万稼いだとしても、その25万円の中で生活して、投資して、じゃあ、なんか大学行ってきますとか、じゃあ、その資格取りますとかっていうのを費用が払わなきゃいけないのがあって、その、労働している人たちが自分のためだったり、その発展するためだったり、研究開発だったりっていうのに使える額が他の国より低いんですよ。で、デンマークみたいな、50%取られるんだけど、失業しても全然食いっぱくれませんとか、もう失業するんだったら、学校もタダですみたいな。っていうので、いくら失業しても、その社会があなたの生活の、最低限は全て保障しますよっていう国であれば、5割取られても別にいいんじゃねってなるんですけど、日本の場合って5割取られてるんですけど、失業したら、失業保険が6ヶ月で終わりね、あとは何とかして、みたいな。で、それでダメだったら生活保護すればいいんじゃねみたいな、割とその切り離しが強いんですよね。人が負債になるっていうのを言うと、その日本の労働者はもうすでに5割ぐらい取られちゃってるので、それは他の国に比べると、まあそれを負債と呼ぶのか、重荷と呼ぶのか、まあ呼び方は違いますけど、まあそういう形ではもうすでに始まってるんじゃないかなと思いますけど。昨今 AI がものすごい勢いで進化してますが、このままいけばいずれ AI も人間のように意識を持つこともあり得るのではないかと思うんですが、そのあたり、ひろきさん、どのように思いますか？意識は霊的なものはね、プログラミング不可能という心身に言論的な考え方と、意識は脳による物理的な作用で機械によってシミュレート可能という有物論的な考え方がありますが、ひろきさん、どちらの立場でしょうか？頭の悪い生き物は意識があると思い込んで自分が特別だと思っているっていう話だと思うんですよね。なので意識というものが存在するタイプの高等な人類と、意識があると思い込んでるだけで単純にその肉体刺激に反応しているだけのそのに、タンパク質の機械の2種類に分かれると思うんですよね。まあ語弊があるけども分かりやすい言い方をすると、例えば知的障害の人のレベルをどんどん下げていくと、その外界の情報を処理することができなくて、純粋にエネルギーを得て呼吸をするということしかできないような状態の人もいます。で、そこから知的な能力がどんどん上がっていって、まあいろいろな状況になるんですけど、なので、じゃあ、その植物人間みたいな栄養を消化して、で、その髪も伸びるし、その爪も伸びるしっていう人は、意識がないと言われるわけですよ。でもその人が突然植物人間状態が戻って意識がありましたってなるんですけど、それは本当に意識なのかい？で、じゃあそれが頭のめちゃめちゃ悪い人がいたとして、で、その人は本当に意識がコントロールしてるのか、単にこの女の人大好きとか、これ食べたら美味しいとか、で、これをやると叩かれるからやらないとかっていう、単純に刺激に対する反応だけで動いているわけではないというのを証明するのはかなり難しいと思うんですよね。地方ボケが入ってしまった高齢者の世話をしている人の話で、あの本来であればやらないことをやってしまう人がいるんですよ。ボケた人いっぱいやるんですけど、でそれがやっちゃダメだよって言ったからやらないかっていうと、やっちゃダメだよって言ってもやるんですけど、ただやっちゃダメだよって言ってぶん殴るとそれ以降やんないんですよ。
要はこれをやるとぶん殴られるっていうことを学習してるので、やってはいけないという知識でその自分の体を行動しを決めてるわけではなく、これをやると殴られるだから嫌だっていう痛みに対する対処として、単にこれをやると痛いっていうだけの覚えなんですよ。だからその牛が電気柵に対してなぜ突っ込まないのかっていうと、電気柵に突っ込むと電気がビリビリってなると痛いって分かってるから、じゃあその例えばじゃあそのこの壺触っちゃいけないよって言われたそのなんか地方の人が触ったら殴られたの時に、そのやってはいけないことをやったから殴られたのだではなく、この壺を触ると殴られるっていう単純に電気柵に触らない牛と同じようなその回路で判断してる可能性もあるわけなんですよ。でそれを意識があると呼ぶのかっていうと、僕はそれは単純なその要は記録と反応っていう話だと思うので、意識じゃないよねっていう派閥なんですよ。なのでその本当に意識があってこの人やってるだろうなって人もいるんですけど、結構人類その条件付けと反射だけでやってる人多いと思うんですよね。だから例えば痩せたいっつって飯食ってるやつは基本的に僕意識ないと思ってるんですよ。要はその痩せたいという願望を言ってるわけじゃないですか。じゃあ食わなきゃ痩せるよ、もう答えも分かってるんですよ。なので本来本当にやりたいことで意識で自分の体がコントロールできるのであれば食わないで終わりなんですよ。でも痩せたい、食べたい、食べちゃえってもうそこ意識ないんですよ。まあその食べたいというところをその要は意識でコントロールできないわけで、本能優先なわけじゃないですか。っていう時点でもうこれは人間ではないよね、動物だよねっていうふうに僕は思うんですけど、でも世の中ってそのダイエットをし続けてらっしゃる方っていっぱいいらっしゃるじゃないですか。あれ基本的にみんな僕動物だと思うんですよね。なので動物ってやっぱりお腹が減ると目の前の餌食べちゃうんですよ。でも犬とかってお座りって言って食っていいよっていうまで我慢するじゃないですか。であれってじゃあなんで我慢してるのかって、犬は理性で抑えてるわけじゃないんですよ。食っていいよって言われるより前に殴られる、その食うと殴られるから嫌だから食わないっていうだけなんですよ。でそれは意識とかじゃなくて単純に条件付けの問題なんですよ。なので意識としてやれるのであればこれは食っちゃいけないと自分で決めたら自分の行動もちゃんとコントロールできるはずなんですよ。でもその食べたいから食べますって言って痩せたいって言ってるやつは僕基本的に動物と変わんないんじゃないかなと思ってるので、その派閥はちょっと意識ない派なんじゃないかっていう派閥です。はい。もう性犯罪に似てるよね。そうですね。なのでそのやっちゃいけないよねっていう性犯罪でもやっちゃうやつは基本的にもう僕動物だと思ってるんで、動物はやっぱ止めるの不可能なんですよ。いやその発情期の犬にそのダメだよって言ってもやっぱり犬はもう交尾しちゃうじゃないですか。で交尾したらぶん殴るっていうのをやるとぶん殴られるから交尾はしなくなるんですけど、もうそれは意識とかではなくて単純に本能を痛みっていう形でしつけをしてるっていう条件をつけてるだけって話なので、はい。